私は30代後半くらいから年齢より若く見られることが増えました。昔からちょっと健康オタクだったので、食事のせいかなと思っていたんです。でも最近、あれと思うことが増えました。接客業をしているんですが、周りが体調を崩して休んでいる時期でも、なぜか私はあんまりその影響を受けないんです。風邪をひくことはあります。でも、だいたい1日ゆっくり休めば元気になります。その時にもしかして朝を変えたことが大きかったのかなと気づきました。この朝食を続けるようになってから体のリズムが整って間食がほとんどいらなくなりました。肌も荒れにくくなっています。これを食べると本当におやつが欲しくならないんです。気づけばもう10年近く続いています。特別なことはしていません。私が意識しているのは3つだけです。血糖値を上げすぎないこと、腸を整えること、そして抗酸化食材を重ねること。それを朝にまとめてやっています。血糖値が急に上がると老化は進みやすくなりますし、すぐにお腹も空いてしまいます。逆に緩やかに整えていくと肌も体も安定しやすくなります。やっていることは本当にシンプルで、この3つを意識して朝食をとるだけ。なぜそれだけで変わるのか、今日はそのお話をしたいと思います。結論から言うととてもシンプルです。軸にしている食材は4つだけ。オートミール、発酵食品、タンパク質、抗酸化食材。まず主役はオートミール。食物繊維が豊富で血糖値の上昇を緩やかにしてくれます。朝一番にこれを食べておくと体が安定しやすいです。そこに豆乳かヨーグルトを合わせます。タンパク質と発酵食品を足すことで腹持ちが良くなります。そして抗酸化食材、クコの実、ブルーベリー、季節のフルーツ、くるみ。クコの実は私が特に大切にしている食材です。少量を毎日少しだけ。これで土台は完成です。あとはその日の気分でカカオニブやシナモンパウダー、プロテイン、少量の生蜂蜜を足します。やっていることは血糖値を緩やかにして腸を整え抗酸化を重ねる。それを朝にまとめているだけです。この朝食の作り方は本当に簡単です。計量もしていません。前日の夜にオートミール、クコの実、冷凍ブルーベリー、豆乳かヨーグルトを混ぜて冷蔵庫を入れるだけ。いわゆるオーバーナイトオーツです。こうしておくとクコの実も自然に柔らかくなります。翌朝は果物やくるみ、カカオニブ、シナモンパウダー、少量の生蜂蜜やプロテインなどを足して混ぜるだけ。分量は本当に大体で大丈夫です。美味しくなります。忙しい朝でも3分ぐらい。難しくないから続くし、続くから体が変わっていく。これが私の朝の習慣です。この朝食は老けにくい土台を毎日作っているという感覚があります。老化には体の中の酸化と糖化が大きく関わると言われています。だから私は抗酸化を重ねること、血糖値を安定させること、朝の段階でそこを意識しています。実際に感じている変化もあります。この朝食を食べると間食が明らかに減りました。口寂しさが出にくいのは血糖値が安定しているからかなと思っています。クコの実、ブルーベリー、カカオニブ、シナモンパウダー、生蜂蜜、くるみ、どれも抗酸化を意識して選んでいるものです。特にクコの実は昔から不老長寿の実として親しまれてきました。私にとっては毎日少しずつ重ねる食材です。くるみは血管の健康維持にも役立つと言われていますが、カロリーがちょっと高いので1日3粒だけと決めています。老化を心配して高いサプリメントに頼る前に、まずは朝食で整える。それが私の基本です。この朝食を続けている理由はアンチエイジングだけではありません。朝が本当に楽だからです。前の日に仕込んでおけば朝は混ぜるだけ。それだけで体が整います。それに朝食作りに迷わないって思っている以上に大きいことです。また、腸を整えることは免疫や生活習慣、そして脳との関係も注目されていて、全身につながっていると言われています。オートミールで食物繊維をしっかり摂れるのも大きいです。ただし、オートミールの入れすぎは禁物。人によってはお腹が張ることがあります。私も最初は少なめから始めました。今も何日も続けすぎたなと感じたら、1日和食に変えるなど調整はしています。臨機応変に調整することも続けるコツだと思っています。それから意外だったのが、
甘いものへの欲求が減ったこと、生蜂蜜の優しい甘さとカカオニブのほろ苦さ、少しチョコレートのような満足感があります。体にいいから続くのではなく、楽で美味しくて気分が上がるから続く。これが正直な理由です。40代、50代になっても老けない人って特別なことをしているというより、自分で決めた小さなことをただ地味に続けている人なんじゃないかなと思います。無理せず、できれば元気に少しでも綺麗に年を取っていきたい。そのために私がやっているのがこの朝食です。血糖値を意識して腸を整えて抗酸化を重ねる。でも正直に言うと楽で美味しいから続いているだけ。続けることが大事です。1日3食すべての食事をアンチエイジング、健康などを考えながら摂ることは私にはできません。だからせめて朝食だけでもと思ってこれくらいゆるく地味なやり方でずっと続けていこうと思います。5年後の自分が少しでも調子よく過ごしていたらいいなと思いながら今日もこれを食べています。あなたは5年後の自分のために明日の朝何を食べますか？今回はここまで。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。コメントもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。